皆様こんにちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日は、以前ですね、ライブの方で紹介したこちらのプリムさんから出てるバリオというハンドプレス機の方の紹介をしたいと思います。今回もですね、ライブで撮影しているものをですね、一部編集しながら、あと過去に撮ってきたものなども編集しながら使い方の紹介をしていきたいと思いますので、よかったら最後までご視聴いただけると嬉しいです。でこちらですね、限定カラーのピンクなんですけれども、こちらはもうお借りしてるので返却しなきゃいけないので、最後にね記念に撮影をしております。はい、では早速ね開けてみましょう。こんな感じ。ちょっとテンションの上がる可愛いピンクですよ。バイカラーになってて、あとここのね受けのところもこの持ち手のところと同じカラーになってます。箱の中にはこちらですね、穴開けがセットになってます。これが非常に便利です。本体とセットになってますので、これを購入するだけで穴開けができるようになっています。そしてですね、今もうずっとね一緒に写ってるこちらなんですけれども、これはね別売りで販売されているクランプなんですね。でよくこれをね使ってる時、こうハンディなのでこういう風に動かせるんですけど、ちょっと安定しないなっていう時ありますよね。そういう時にこのクランプを差し込める場所があるので、こんな感じで差し込んでテーブルに固定して使うことができます。そしてこのガイドの使い方なんですけれども、ガイドはこちらの方の穴のところに差し込んでいきます。これ以上いかないようにという風なガイドの役割があります。それでは実際にこのクランプの方を取り付けてみます。ここに穴が開いてるので、テーブルの際のところにこう置きたいところですね、こうセッティングします。そしてここでぐるぐると固定していきます。ハンドプレス機がとてもねハンディサイズで便利な分ですね、結構こう動きやすくて安定しないっていう部分がありますので、その部分を補ってくれるのがこちらのクランプになります。このハンドプレス機はバッグでも使えますかっていうご質問非常に多いんですけれども、こういうふうにクランプを使うことで結構安定感は出てきますので、大きなハンドプレス機だとちょっと重すぎるわという方はこのクランプをセットに購入されるといいかなと思います。かなりね安定感はこれであるかなっていうふうに思います。ぐらつきませんので、意外とねテーブルの厚みにも対応してますので、そうですね、だいたいですね5センチぐらいかな。是非参考にしてみてください。それではせっかくなので最後にですね、まだ仕上げで革をつけていなかったので、こちらにまず穴を開けて、バッグの本体のこの部分ですね、こちらの縫い目を革で隠すというこちらの工程を紹介しながら、こちらのプリムのバリオの紹介をしていきたいと思います。縫い始めと縫い終わりの箇所が結構目立つんですよね。ここをこういう風に革の端切れとかで隠しながらも、こういう革を使ってアクセントにしながら縫い目をカバーしています。カシメで穴を開けるときはこの縫い合わせのこの縫い代の硬い部分を避けて穴を開けます。さらにこの、見返しにしてるところですね、ここの中央のところの縫い目を切れないようにして留めていきます。で位置が決まったら目打ちで印をつけていきます。そうしたら本体とセットになっているこちらのツールを使用します。穴開けツールになっています。箱を開けるとこんな感じで入ってるんですけれども、この紫のパーツはゴムでいうとねパッキンみたいな役割になってます。そして穴のサイズがですね、こうちょっと小さくて見えにくいんですけれども、ここに書いてありますので、穴開けのサイズを決めます。まずね、だいたい私は 2.5mm を使ってますので、こちらを使うことが多いんですけれども、もう一つあるのは3.5 から 4mm というふうに、例えばハトメとか小さいタグとか作りたい時、こういう 4mm を使っていきます。そしてとんがってる方の部分ととんがってないものがあるんですけれども、こちらが受けになります。こんな感じで受けていきます。こちらも穴開けのサイズが書いてありますので、これ 3.0 とか書いてありますので、それに合わせて選んでいきます。
加えてですね、こちらの紫のこちらも使っていきます。そうしたら実際にセットしていきましょう。このハンドルを上に上げます。そうすると、しっかりね固定されますので、ぐらぐら落ちてくることないです。これ途中だとねバタンって落ちてきちゃうので気をつけてください。ぐっと上に上げておきます。そうしたらまず最初にこの上のところですね、上のところにこの紫のパーツを差し込んでいきます。これね先に入れておくとやりやすいかなと思います。そしてこのとんがってるものですね、とんがってるパーツを差し込みます。カチャッとしっかりね固定されますので、これでギュギュッと抜けてこなくなります。そうしたら今度は下の方ですね、これを差し込みます。この数字が書いてあるのを下側にして入れましょう。はい、こんな感じでセットが完了になります。下のコマにはさっきの紫のは使いませんので、この状態にしてください。そうしたら穴を実際に開けていきます。穴を開ける位置はですね、目打ちなどで印をあらかじめつけておきましょう。まずねセットするときは自分がつけた印のところにちゃんと当たるかどうかを確認しながらですね固定して、それからギュッと簡単に穴が開きます。革でもねしっかりと穴開きますのでね、そしたら反対側にも穴を開けていきます。グッとやればしっかりと穴が開いてきます。そしたら今度はカシメで留めていきますので、カシメのパーツもつけていきたいと思います。このカシメのパーツは今回 7.5mm の方を使用します。開けるとこんな感じになってて、上のコマと下コマとっていう風にあります。でこの下コマなんですけれども、穴開けるところと違ってこれが丸が大きいんですよ。なのでこのコマのところに入らないですよね、サイズが小さいので。なのでこの部分を外していくことになります。これが結構硬いのでちょっと工夫しながら外していこうと思います。まず上の部分もですね、これも取っちゃいます。で上を取ったらこう紫のものがついてますので、これまた同じようにして外して、こっちにねつけちゃって、そのままグッと入れてもいいですよ。でしっかり固定されたところです。で今度下ですね、下はここからこのピンクのものを外していきます。目打ちはねダメになっちゃうので使わないでくださいね。私のおすすめはこういうちょっと細いものとかで、この木槌でコンコンと。結構これ硬いので気をつけてください。これが例えばこういうのでグリグリってやれればいいんだけど、私は生徒さんと一緒にやった時にこの内棒を使おうって言って、これで木槌でゴンゴンって、今度この下のコマをそのままセットします。ここはねちょっとグラグラしてますけれども、この後問題なく使えますので、この状態でセットをしてください。はい、そうしたら普段私が使用しているカシメを使っていきます。カシメはね足の長さがあります。これはね一番長い中サイズで 9mm というものです。ラミネート結構厚くなりますので 9mm を使うことも多いです。あと一番よく使うのは足の長さが 7.5mm とか中くらいのサイズで、私は結構気に入ってこのサイズを使うことが多いです。このカシメの足の長さはこの皮の厚みに対して2mm ぐらい出てるといいかなっていうところなんですけれども、これにさらに布が加わりますので 9mm タイプでいきたいと思います。そうしたら今回はですね D カンを通します。D カンはねついてるとねバッグは何かとね便利ですよ。使っても使わなくてもいいので、一応なんかつけるような感じにしてます。そうしたらこの縫い合わせの目立ってる部分ですね、これをカバーしながらこういう風に留めていきます。でこの裏面で重ねる時にこの縫い代のところの縫い合わせが結構厚くなりますので、この部分を避けながら留めていくようになります。目打ちで穴を開けていきます。これはね私のやり方なので、穴開けもポンチでやられる方もいらっしゃると思います。これで一回ぐるっと穴を開けたら反対側にして、でもう一度内側から目打ちで穴を開けていきます。
この目打ちなんですけれども、この先端が細くてこう広がっていく、この太くなっていくものの方が穴はしっかりと開きますので、 N 目打ちっていうんですけれども、こういうタイプを使用してみてください。向こうが見えるぐらい穴が開きました。そこでカシメを差し込みます。そうすると飛び出てくるのがだいたいね2ミリぐらいになるかなと思います。このぐらいカシメの足が出てる状態になります。カシメの足の長さはだいたいこういうふうに合わせた時に2ミリ出るぐらいを目安にされるといいと思います。ぴったりだとねカシメ外れてしまうことがあるので、これも参考にしてみてください。カシメのキャップをします。しっかりと留めて仮留めみたいな感じでしておきます。このような状態からプレスしていきます。今回はせっかくなのでクランプで固定してからしてみようと思います。はい、クランプで固定すると全く動きません。そしたらこれをぐっと上に上げて、このカシメをここにセットします。これがずれないようにしっかり目視して確認しましょう。で、一回ちょっと仮でこうやって軽く下ろしておきます。で、カシメがはみ出てないか確認したら、ここでギュッとプレスします。そうするともうしっかりねカシメが固定された状態になります。でね、だいたいねこういう風に一緒にくっついてきちゃうんですけれども、こうすることで綺麗にはまってますよっていう、私はねサインだなっていう風に思ってます。で、カシメはね爪の先が入らないまでプレスするのがポイントなんですけれども、しっかりとプレスされてます。音もね全くしなかったですよね。今回ねクランプで固定したので、かなりねこう安定感持ってできたかなっていうふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。で、今回ね私も最後に自分のバッグの方でカシメをしてみましたけれども、非常にね綺麗に止まっております。是非今回の動画も参考になれば嬉しいです。今回はライブで紹介しましたプリムさんから登場しているバリオハンドプレス機の紹介になりました。こちらライブでね何色か紹介していますので、他のカラー気になる方はぜひそちらの方もチェックしてみてください。実際にですね実演を兼ねて紹介させていただいたんですけれども、よくご質問いただく市販のカシメが使用できるのかという点なども解消されたかなっていうふうに思っております。この中カシメの他にもですね大カシメの方も実際に使用しております。ただですね、一応ですね、このプリムさんの方では純正を推奨していますので、この件に関しましては自己責任ということでご了承いただけますと幸いでございます。プリムさんは今年もホビーショーに出展されます。4月の17日から19日まで3日間出展されますので、この実物がですね気になる方はぜひ会場の方をご来場いただいて、実際にね触れる機会があるとやっぱりねどんなものにつけれるかなっていうふうに試すことができますので、あとですねおすすめなのは実際に普段使っているもの試させてもらえると思いますので、布とか持って行ってどんな感じなのかなっていうふうに試すのが一番いいかなと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。